こんにちは、日本語クラスです。お元気ですか？今日は日本の食べ物、それも冬食べると美味しい食べ物、そして体にもいい食べ物を紹介したいと思います。はい、いくつか紹介します。で、大きく3つ今日は紹介しようと思いますので、ぜひ、楽しんで聞いていってください。はい、まず1つ目がここにあるように、そうですね、もう見たことある人、食べたことがある人多いと思います。これ美味しいですよね。はい、名前はそうですそうです。おでんですね。おでんです。はい。私も大好きです。はい。おでんはやっぱり食べると温かくなります。このように大きい鍋で作るので、家でね作る場合は大きい鍋に、こういろいろな食べ物を入れて作るので、家の中も温かくなるので、冬よく日本人が食べます。はい。自分でできない人は日本のコンビニでも売ってますよ。はい。そうですね。それで、例えばこれもおでんの一つですね。はい。いろんなものが入ってます。で、特に、私が好きなのをちょっと紹介すると、まず最初これですね。ちょっとなんだこれはとね、もう形もちょっと怪しいんですけど、これ美味しいですよ。これですね、えちょっと違う料理にしてこう半分に切った場合、ここの中に餅が入っています。はい、これは油揚げみたいなものですね。はい、豆腐でできているもの、豆腐でできているのを油で揚げたものです。はい。でそれを袋のようにしてその中に餅を入れてるんですね。これが餅です。だからもう食べるとすごく柔らかくて美味しいですよ。で、これの名前は餅巾着と言います。餅巾着。はい。子供とかと食べると子供すごく好きなので先に食べられてしまうので、あの私一つ食べるよとかね、先に約束しないとなくなってしまいます。そう、あとはこれも私好きです。これ特に子供の時好きでした。これですね、星みたいな形してまして、これちくわぶと言います。はい。これは関東でできたものだそうです。そうだから関西、京都とか大阪だとまた違うのかもしれないんですが、私これ大好きです。はい、ちくわぶです。これもちょっと餅に近い柔らかい、でもそんなに柔らかくない。歯ごたえがある。こう噛んでもにゃくにゃくにゃくとちょっと硬くて美味しいんですね。はい、おすすめです、ちくわぶ。はい。あとは、もういろいろあります。もう卵も人気ありますね。このスープの中に入ると本当にもう美味しくなっちゃうんですね。何でも美味しくなっちゃうんですね。おでんってすごいですよ。卵ももうすごい美味しいし、ここにあるのが大根です。これも本当に美味しくなります。はい。あとはこれも私好きです。これはがんもどきと言います。名前がなんか硬くて難しいですよね。がんもどき。これもちょっと豆腐に近い、豆腐のようなものからできてるので味もちょっと近いんですけど、これも柔らかい。はい。食べてみないとちょっとわかんないですよね。食べたことない人ぜひこのがんもどきもおすすめです。で、日本人は結構卵人気ですね。やっぱりおでんは卵でしょっていう人多いです。味がすごくしみる。こう卵の中にこのスープの味がシューッと入っている状態、そのことをしみるっていうんですね。しみる、味が染みて白い卵が少し茶色くなっているんですね。まあ美味しいですよ。はい。もう卵が生まれ変わったみたいにもう、はい、美味しいです。もうそのままもう口に入れてそのまま死んでもいいと思うぐらい美味しいです。はい。おすすめです。はい。ですので日本人はこれ家で、鍋で作って家族で一緒に食べます。
ったかいです。美味しいです。はい。じゃあ次行きましょう。次おすすめの日本の冬の食べ物はこれです。はい。お、コップ、うん、コップの中のこれです。この飲み物がおすすめです。はい。白いけど、なんかつぶつぶしてますね。つぶつぶというのは小さい丸のことを言います。粒が入っているって言います。何か入ってますよね。そうなんです。この粒何かというと、これです。あ、先に名前言っちゃいました。そう、これはですね、甘酒と言って、でも先にこの粒はこれです。この粒丸い丸いこれ粒があるっていうんですが、これは名前は酒粕と言います。酒粕。はい、この酒粕というものがこの甘酒というところに入っています。はい、これもう名前見てわかる通り酒なんですね。そう、この酒粕というのがこれがお酒、皆さんが知ってる酒です。アルコールの酒を作る時は米から作りますね。そしてその米をこうどんどんこう削っていくイメージ、または洗っていくイメージです。でそうすると米がどんどん小さくなっていきます。でその最後の最後に、米が残った状態がこの酒粕です。うん、だからそうですね、米をこうどんどん、削るでいいですかね、言い方。そうしていく中で、酒ができるんですね。飲み物のアルコールの酒ができる。で最後に、このもうこれ以上削れない、もうこれ以上は水は出ないよ、酒は出ないよという状態が酒粕です。そうだからこれは酒になれなかった部分というか、そういうところですね。でこれが最近ですね、すごく体にいいということがどんどん研究で分かっています。はい、ですので、そうですね、何年前ぐらいかな、数年前からもう酒粕ブーム人気ってことです。流行です。ということで、テレビでもたくさんそれについて、いろいろこう話されているし、スーパーでも前よりももっともっと酒粕が売っているようになりました。はい、で、よくみんながこう酒粕を食べる方法、どうやって食べるかというと、先ほどのこの写真のように、酒粕をですね鍋に入れて、お湯かな、先に鍋の中にお湯を入れてそこに酒粕を入れます。でもうあとは煮るだけ。そしてそこに砂糖を入れます。甘くするんですね。うん、甘くして、であとはそれを沸騰する。それを、そうですね、10分くらいそのまま煮続けて、かき混ぜているとこれができます。甘酒になります。砂糖をどのくらい入れるかは自分が入れたいだけ入れればいいです。甘いのが好きな人はたくさん入れるし、あんまり体に良くないからと思ってたくさん入れなくてもいいと思います。で、これに生姜ジンジャーです。生姜を入れて飲むこともできます。そうするとこれもともとお酒を作るための米だったので、やっぱりこの中にもアルコールが入ってるんですね。酒粕の中にアルコールが入ってる。だいたい8%のアルコールが入っているそうです。だから、甘酒だけ飲んでも、砂糖だけで飲んでもとっても体が温まります。そうでそこに生姜が
入ってるジンジャーが入ってるともっともっと体が温かくなります。ですので冬日本人はよく飲みます。はい。あの外でもこれ買うことできます。うん。例えば、皆さんは今年のお正月に、お寺とか神社に行きましたか？ 1 月1日とか、1月7日くらいまでですかね、初詣って言いますが、お寺に行って今年もよろしくお願いしますと神様にお願いしに行く。でその道の途中にいろんな食べ物を売ってるお店あったと思います。はい。よくあるのはたこ焼きとかお好み焼きとか、そうですね、いろいろありますけどそういうの多い。でその中に甘酒を売っているお店がよくあります。そうよくお店の人が大きな鍋をこうぐる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 かき混ぜてる。なんか怪しい、何が入ってるんだろうってね。その白いなんか白いスープをかき混ぜてる、それ甘酒です。はい。大体ですけど1杯300円とかで売ってたりしますね。やっぱり外寒いので1月だと日本寒いですから甘酒飲むとすごく体が温かくなります。ですのでちょっと寒いから甘酒買おうって言って飲んだりするんですね。はい。で、なのでそういうところでも買えるし、皆さんだったらスーパーでさっきの酒粕が買えます。この大声になっちゃいましたね。酒粕がスーパーで買えます。これがスーパーで、300円、安くて300円ぐらいから、高くても500円くらいまでで買えます。ここの写真の酒粕よりもっともっとたくさんの量をその数百円で買えますよ。でそれを買えばもう十分自分で甘酒、もうそうですね、10杯分ぐらいできちゃうと思います。かなりたくさん入っている。だから安い、買った方がスーパーで買った方が安いですね。外でね、お店で買うより。で自分でね味を変えられますしね、砂糖の量を自分で調整すればいいですから。はい。で日本人酒粕を甘酒で飲んだり、あとはスープに入れる味噌汁じゃないんですけど、でもちょっと醤油のようなスープにこの酒粕を入れて、いろんな野菜を入れて、煮て作る、そういうスープがあるんですが、そういうのにも酒粕入れたりします。はい。であとは最近はこれすごく人気なので健康にいいというので人気なので、チョコレートを作るのに使ったり、チーズケーキです。チーズケーキの、酒粕のチーズケーキを売っていたりするらしいです。はい。特に若い人がそういうのいいないいなと言って買うんですよ。うん。でどんな体にいいのか、どんな効果があるのかというのをちょっと紹介します。まず一つは肌がきれいになる。いいですね。肌がきれいになるんですよ。これはこの酒粕の中にビタミン B、ビタミン B です。バイタミンのビタミンがいっぱい入ってるらしいです。いろんな種類のビタミンなんとかってね、ビタミン6とかいろいろありますよね。いろんなのが入っているのでそれが肌にいいらしいです。そして、だいたい大きく12345 種類ぐらいの効果があるんです。実はもっとあるんですが今日は5種類紹介します。まず1つが肌がきれいになる。次が2つ目が元気になる。はい、元気というか風邪をひきにくくなる、病気をもらいにくくなるという効果があるそうです。すごいですよね。中に入っているそういう酒粕のその成分というんですが、それが体を守ってくれるらしいです。うん。
だから冬は病気になりやすい。日本はインフルエンザとても流行しますから、そして今コロナウイルスもまだまだ残っていますから、酒粕はとてもいいですね。予防になる。で3つ目は便秘。便秘の、便秘にならないようにしてくれる。便秘はあれですね、うんちが食べ物を食べた後トイレで出るもの。水はおしっこ、水じゃなくて茶色かったり黒かったりする硬いものの方ですね。あっちはうんちですね。うんちが出ない状態を便秘と言いますね。で便秘になりにくくするのが酒粕。すごい。3つ目です。で4つ目が、これは肩こりとか、肩こりは肩が痛い、いつもパソコンやってますから肩が痛いですか、肩こりとか、頭痛いです、頭痛とか、足と手が寒いです、冷え性と言います。冷え性、女の人に多いですね。足の靴下履いてても足の指がとても冷たいとか、手の先が冷たいとか、それです、冷え性。これをあまり起きなくしてくれるそうです。肩こりと頭痛と冷え性をあまり起きないようにしてくれる。これはやっぱり飲むと、この酒粕を飲むとアルコールのこともあって体が温かくなるからですね。他の成分にも他に入っているものもいい影響があるらしいです。だからアルコールだけの影響じゃないんですけど。で最後5つ目が、これちょっとびっくりしたんですが、アレルギーがある人、アレルギー何でもいいんですが、何か花粉症も一つアレルギーですよね。あとは食べ物のアレルギーもありますよね。いろんなアレルギーありますよね。なんでしょう、卵が食べられないとか、そういうのもアレルギーだったりしますよね。一番わかるのはやっぱり花粉症かもしれない。鼻が痒くなるとかね、そういうアレルギーになりやすい人のことをアレルギー体質って言うんですね。体質、そういう人の体を良くしてくれる効果もあるそうです。この酒粕にペプチドというのが入っていて、それがアレルギーの人にとてもいいそうです。だから今5つ大きく酒粕のパワー、すごいところを紹介しました。ですがインターネットでも調べてみてほしいです。皆さんぜひ実はまだまだあるんです。酒粕のすごいところ、すごい効果、たくさんありすぎて全部言ったら大変なので今日は5つ紹介しました。でも特にやっぱり今言った5つが大きな、能力、酒粕の能力です。酒粕の力です。そうです。はい。やっぱり肌が綺麗になるっていうのは嬉しいですよね。おすすめです。ですので私はもう毎年、飲んでます。食べてます。小さい時から甘酒がすごく好きだったんですね。小さい時から。だけど私は子供の時はこんな肌にいいからとか全然知らなくて、テレビでもそんなことは言っていなかったんですね。知らなかったんだけど最近そういうふうに言われていて、最近、昔は酒粕は冬しか買えなかったんですけど、スーパーに売ってなかったんですが、もう最近はとても人気なので一年中買えるようになってきてます。はい。ですのでいつでもいいんだけど、特に冬は体も寒くなりやすいし病気になりやすいので酒粕おすすめです。でこれ甘酒じゃなくて、スープに入れてもいいし、甘酒だったら砂糖をすごく少なくして飲めばいいと思います。ダイエットしてるとかね。そして私はもう大好きなので大好きすぎて、もう私は好きなの甘酒が好きというか酒粕が好きなんだなって最近気がついたんですね。なのでもう最近は酒粕だけ食べてます。
このこれね珍しいと思うあんまりいないです日本人にその酒粕だけ食べてるっていう人はね。はい、だけど酒粕をちょっと口に入れて別のチョコレートを口に入れて一緒に食べるとか、やってます。はい、私は美味しい。もう甘酒にしなくてももう全然食べられます私は。はい、ただアルコール入ってますのでダメな人は気をつけてくださいね。あと車運転する前とかねダメですね。はい、じゃあ、次の、3つ目の日本の美味しい冬の食べ物はこれです。甘酒でした。次これです。はい。なんか汚いゴミですかこれ何ですかってね。腐ってるカビが生えてるって思いますよね。何この白いところ気持ち悪いと思いますよね。そうそうそうですよ。本当これはね見たら気持ち悪いですよ。何か知らなかったら気持ち悪いですよ。ゴミかなって思います。本当に。はい。私も子供の時、これは食べてはいけないものかな、お腹が痛くなるかなと思ってました。はい。ですが大丈夫です。これ違います。お腹痛くなりません。これはですねある野菜です。はい。これ食べる国ありますね。うん。アジアのある国は食べてますね。これはある野菜。これです。ドン。あら、かわいい。綺麗ですね。そうです、そうです。これ、さつまいもです。はい、芋。じゃがいもじゃなくて、さつまいも。スイートポテトですね。はい。これを洗って、もちろん工場で作るんですよ。私たちが家で作るじゃないですよ。これを工場で、洗って、その後切って、そして干すんですね。これすごいですよね。この写真すごい。私、これ調べて出したものなので、こんな風に干してるって知らなかったんですけど、びっくりしました。このように、もうスライスしてるんですね。もうポテトチップスみたいですよね、これね。で、綺麗に並べて、でこう光に当てて干す。そして乾燥させる。で、そうするとこうなるんですね。これ。はい。とかこれ。こっちは白いのがないですよね。あら、なんかこっちの方が綺麗じゃないってね。そうそう。でもこれどっちも名前は干し芋です。干し芋と言います。はい。実はこの白いのはカビじゃなくて、さつまいもの中から出た砂糖の部分だそうです。糖分って言うんですね。砂糖です。だから砂糖を人が上からかけましたじゃなくて、干してる時に中から砂糖がこう出てくるらしいです。このさつまいもさんから自分でって、もう私乾燥してるよ、外に干されて乾燥してる。でどんどん白いのが出てくるのがこの砂糖です。だからここは甘いんです。カビじゃありません。そう、ここ洗わないでくださいね。美味しいところですよ。そうそうそうでこっちはその白い砂糖の部分が出てないですね。はい。こういう種類のもあります。はい。で、私のおすすめは日本で作った干し芋です。で、特に茨城県というところでもう日本の干し芋はほとんど茨城県で今作っているそうです。茨城県で作った紅はるか紅はるかという名前の、さつまいもがあるんですね。さつまいもの名前が紅はるか。野菜に名前がついてるんです。そういろんなところでさつまいも作ってますから日本ね。その中でこのさつまいもちゃんの名前は紅はるかちゃんにしましょうと、この作ってる人たちが名前をつけた。でその紅はるかちゃんは甘いんです。すごく甘い。はい。で、干し芋にしなくても蒸す、鍋に入れて、そうですね、
お湯蒸すですね、鍋に入れて、火をかけて20分ぐらい蓋をしてそのままにして蒸す。家で蒸すことできますよね。それでもすっごい甘いです。美味しいです。紅はるかは美味しい、甘いんです。でその紅はるかを干し芋にする。干すんです。乾燥させる。そうすると乾燥させると芋はもっと甘くなります。そう、実は芋だけじゃなくて他のねものも乾燥させると甘くなったり味が強くなったりしますよね。干し芋もそう、さつまいももそうです。だから紅はるかを干し芋にしたものは甘いです。美味しいです。ただ問題はちょっと高いです。はいこれは袋にどのくらい入ってるかで料金が全然変わるので、何とも言えない。皆さんぜひ探してほしいです。だけど食べるときは食べてほしいのは茨城県産、茨城県で作った紅はるかの干し芋がおすすめです。はい。で、これも美味しいし、これ気持ち悪いですよね。見てなんか美味しそうじゃないんだけど、特にこっちの白い方ですね。こっちの白くない方は結構こっちはもう柔らかいです。食べて。食べるともうくっちゃくっちゃします。ちょっとなんでしょうね。ガムじゃないな。でも結構歯につきます。で、こっちは最初はあのすごく乾燥してるのでちょっと硬いんですが、噛んでいる間にどんどん柔らかくなっていく。私はこっちのタイプが好きです。この白くなってもう本当に乾燥してますというタイプが好き。はい、これは好きで、どっちが好きかは人によって違いますね。そして、この干し芋もすごく体にいいですね。いいでしょ、美味しいだけじゃなくて。これいいのがまず2つ特徴があって、1つは便秘。また出ました、便秘です。さっきの、酒粕と同じで便秘。うんちが出ない、うんちがなかなか出ないよ、硬いよ、うんちが硬いという時にいいそうです。便秘、まずさつまいもが便秘にとても効果があるのでその影響ですね。はい。で、もう一つが、これもとてもいい。シミの予防。シミっていうのは例えば顔とか、手とか、例えば皆さんが夏に海に行って、海で遊んだ、一日中ずっと外で遊んでた、海で。でそうすると、手とか顔とかが、その日赤くなって少し時間が経つ、次の日ぐらいになると黒くなりますよね。でそれはまだいいんです。日焼けといって黒くなるだけでいいんですが、それを何回もやっていると、何日も何日も海に行って遊んでると、だんだんそれが黒い、例えばそれが冬になった時にもう海に行ってないのに自分の顔に黒い点々点ドットみたいなのができた。あれ、どうして今顔がちょっと黒いところがある。手もあれ、何この黒いのってなったことありませんか？それがシミです。シミ。今太陽の光がとても強いですね、地球はね。ですのでそのシミができると、太陽の光が強すぎてそういう顔とか皮膚、柔らかい肌のところに、そういうなんでしょうね、もうなかなか治らない傷じゃないですけど黒い丸いものができてしまう。それがシミです。でね、嫌ですよね。女の人は特に嫌ですね。顔にシミができてしまうとかね。やっぱり年齢を重ねていくとどんどんシミが増えますね。顔がどんどん黒い部分が増えてくる。でそのシミがあんまりできないようにしてくれるのが干し芋だそうです。これビタミン ABCDE がたくさん入っているからだそうです。おーと
いいですね。欲しいもん。美味しいし体にいい。もう言うことない。最高ですよ。はい。ですのでこれもおすすめです。はい。便秘にもいいし、シミもできにくくなるしっていうことです。はい。そしてこれは食べると結構お腹がいっぱいになるので、あんまりすぐお腹が空かないというのもいいところ。ただちょっと一つ問題といえばカロリーが高いんですね、これ。だからたくさん食べちゃうとカロリー取りすぎてしまうので、太ってしまうかもしれないからちょっと気をつける。ただ私もこれ大好きなので、一袋もう全部食べてもいいよって言われたら食べられるし、そうですね、お腹空いてると止められなくなりますね。美味しいのでまずね。そうだから食べたことない人は本当おすすめです。なんか気持ち悪い汚いと思うと思うんですが、ちょっと一回食べてみてください。美味しいですよ。甘いし、変なポテトチップスとか変なお菓子を食べるよりビスケットとかより全然こっちの方が体にもいいですから、はい、おすすめです。はい。ということでこの3つ今日ご紹介しました。おでんと酒粕甘酒ですねと干し芋の3つでした。これは私が全部大好きなもの、そして日本人も大好きな人が多いです。はい。ですのでまだ食べたことないという人ぜひ、買ってみてください。干し芋は特に2月中じゃないともう日本のスーパーでも買えないみたいなので、場所によると思うんですけどね、北海道とかなら買えるかな。でももう2月中にまずは買った方がいいです。なくなりますよ。夏は食べられないですからね。はい、おすすめです。いいな、食べたくなりました。じゃあ最後までね聞いてくださった皆様、きっと皆さんは今 JLPT の勉強してると思います。私ビデオレッスンで、読解教えてますよ。勉強困ってる人、教えますのでよかったら使ってください。長文とか、そうですね、中文短文ありますね。どれも難しいですが、どうやってやればいいか、どうやって勉強すればいいかというポイントがあります。はい、それビデオレッスンで話しています。はい。ぜひぜひ使ってください。これは私のオンラインレッスンの中から見ることができますので、これのリンクは今日のビデオの下、今日のこの YouTube のビデオの下の、ディスクリプションとか、ディスクリプションは説明のとこですねとかコメントのところにリンク書いておきますので、そこから入ってください。あとはビジネス日本語も Zoom のレッスン、Zoom の授業で教えてます。ビジネス日本語、電話、ビジネスの電話ね、まあ難しいですができるようになるとそんなにもうできない、泣きそう、帰りたい、もう会社辞めますなんて思わないです。大丈夫。練習していけば、あとは大事なことが分かればできるようになりますので、それを練習してます。はい。ぜひぜひ必要な人来てください。ビジネス日本語は、電話と、そうですね、履歴書の書き方とか、あとは面接試験の時、就職の面接試験の時どうやって話せばいいかもこれから授業でやりますので、必要な人ぜひ来てください。あとはメール、E メールです。ビジネスメールの書き方、これもルールがいっぱいありますね。はい、勉強できますよ。そして、会話の練習もしています。こっちはN3 とか N2 レベルの人におすすめです。ビジネス日本語はだいたい今 N2 勉強してる人ぐらいがちょうどいいですね。N2 勉強始めましたって人ね。で、会話練習は N3 ぐらいからでも大丈夫です。ただそんなに簡単じゃないです。これもですますを使わない話し方もたくさん練習するので、そこが難しいですね。ですがですます使わないで話さないと日本人の友達できません。はい。ですので練習しましょう。ですます使った話も練習しますよ。あとはこちらも電話のかけ方、実はこっちも練習しますので、ぜひぜひ必要な人来てください。一緒に勉強しましょう。
そして、プライベートレッスンもやっています。私と学生さん1人で勉強したいという人もいますね。何でも教えますよ。読解でもいいです。JLPT の読解でもいいし、会話、EJU、日本留学試験です。日本の大学に入るための勉強教えます。はい。JLPT N5 とか、N1 レベルまで、またはもっと上、もっとN0 ぐらいですという人でももちろんいいです。何でも私教えますので、ぜひぜひ一緒に勉強しましょう。この全部のオンラインレッスンは、下のリンクから申し込みをしてください。詳しいことそこのリンクに書いてありますので、そこを見てくださいね。私、Twitter もやっています。はい。ラーニングジャパニーズアットマーク日本語クラスというのね、Twitter X ですね。今 X。はい。Twitter からもいろんな連絡をしてますので、ぜひ、フォローしてください。はい。いろんな食べ物があって日本はいいですね。本当にそう思います。私日本人ですが本当そう思います。はい。また、いろんな話しようと思います。今日もありがとうございました。